親方チャンネルはいというわけでですね、本日は元秋瀬山の井筒親方にゲストに来ていただきました。よろしくお願いします。ありがとう。来ていただいたのはいいんですけども、今日は何をするでしょはい、本日はう。はい。めくれパネルクイズを。あ、めくれパネルクイズだったら井筒親方得意なやつだ。いや、確かに。確ですよね。でこんな感じ。そう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 。機敏だね。確かに。早い早い早説明しますと、はい力士のお写真の前に、16分割されたパネルがいはい1枚ずつめくれていきます。はい1枚なのか2枚なのか分からないですけど、めくれていきます。で、その方が誰か答えたら、その残ったパネルの数分ポイント入ります。やばい。あ、なるほど。あ、面白い。皆さんよろしいでしょうか。はいで、プラスアルファ、その力士の方が分かった後、エピソード。はい。我々がそうなんだとかいうことをおっしゃっていただければ、プラスで1ポイント入ります。おーっと。お一人一答と言います。一等。はい、皆さんが答えるまでは、あーなるほどあーチームとかはどうなってるんですか？チームに関しては真ん中から右左で。ああ、なるほどね。なるほど。はい、デブとハゲに。すごいすごい雑。デブチームハゲチーム。雑。親方チャンネル。第1問こちら。超難問。左からつくタイプだ。左からつくタイプ。あ、右違う。すぎた。右すぎた。よいしょ。違います。あ、うわ今分かったパターン。ー。わかよろしいですか？今続きまいります。った。ほら、はい。さぬきさん、ほら、ほら。はい、伊豆総合。裏。正解。残り何枚でした？今残り。今ね、15。あ、1ポイント。いやいやそんなんないそんなんない。もうちょい待ってるよ。ナイスナイス。今下がりで分かった。あピンクだったから。はい、そしたらエピソードございましたら。エピソードあれでしょ。裏は重量初日で先輩に負けた。あ、そうです。新十両初日僕。電割り。さてと。もう少し詳しく。新十両、これが新十両の。新十両の時の初日の相手僕です。で、どのような対決で。立ち当たって、はいもう変わってきて足を取られそうになったんですけど、それをしのいで上手取って寄っていって上手投げです。ナイスエピソード。ありがとうございます。エピソードあるでしょ、同じ部屋なんだから。裏の夜中とかジムに行きます。夜中にこんな時間に行くの？何時？本当11時とか、夜のこの時間に行くんだ。行く時あります。何で何で？チャリで蹴ったで。ね。はい。ナイスエピソード。ポイントです。いいよ、大丈夫ですよ。はい。そしたら次第2問参りたいと思います。はい。こちら。おおよと。違います。俺左なんだよ。攻めすぎたな、攻めすぎた。続きまいります。はい。九しましょう。だから北斗富士。正解。しゃちょっと足のこれ質感すごくのが見ないですかえたな。エピソードまあねありますよ。ね、ほら。だって同じ高校後輩だし、中村大輝、大野佐と同じ同姓同名でですね、漢字は違いますけども、学生横綱。ね。はい、昔大輝って宿題だったでしああ、そうですね。ょ。一場所。はい。その時な大輝って言われて、俺も一緒に振り返る。ああ、なるこの中からナイスエピソード。ほど。さあ、はい次の問題参ります。これもう1枚目とかでいったらすごいですけどね。一山本。正解。すげえ。すげえ。すごいな。わからなかったっすね。エピソードある？
なんか最近なんかかまし出して頭で当たり出したんですけど、なんかもっと早くかませばよかったって言ってるらしい。ナイスエピソード。公務員から脱サラしてスモーク入ってきてますよね。はい、それみんな知ってるかそうですね。あるでしょ。あるでしょ。ら。若隆景の若隆景グッズをいっぱい持ってる。次の問題参ります。はい、行きましょおいポイントくれよ入ってるぞとポイントくれよ入ってるぞそれ。はい、それでは次の問題こちら。あ、まあいいよ、いいですね。いいですか。中田に親方。う。ああ、なるほど。今ここの手で分かった。なるほど、手がですね。俺はもうこの辺待ちでしたね。このね、下がりの持ち方がなんかあーね、独特なんだよね、大輔は。これはもうエピソードたくさんあるんじゃないですか。ねえな。ないですか。熊形の親方は炭酸苦手って言いながらこうマッチを振りながら飲んでました。あるね。マッチフリのね、マッチフリの。ナイスエピソード。熊形に親方は、自分が強くなるために最初自分と一緒に道場だったんですけど、もう道場3回変わってるんですよ。へえ、点々と。はい、もう強さだけを求めて。なるほど。はい。ナイスエピソード。使えないエピソードがあるんだよね。山ほどです。山ほどです。ピーって入れてナイスエピソードって言っちゃう。ねえ。さあ、次の問題さあ行きましょ親方チャンネル次の問題こちら。出てないんでまだこれ。大栄翔。違います。筋肉質だな結構。続き参ります。はい。ちゃんと隠れてるの綺麗に。うわどっちだろう。御嶽海。違います。続きこちら。おみくじ。正解。あ3ポイントでーす。イエーイ。さあ。なんか母子家庭かなんかで家が結構いいって学校の先生がお前だけバイトしていいって言って皿洗いかなんかしてバイトしながら家計を助けながら相撲を頑張ってナイスエピソード。いやでも雰囲気だけど。いや多分本当だと思う。あと妹も相撲選手です。妹も出るね。他はほら。いいでしょ。何時は。実は。大丈夫そっちの腹話術？いや腹話術ですよね。実は。好きな食べ物は。バドミントンになんでしょうね。どうですかこれ。ナイスエピソード。頑張っていただいたので、それでは次の問題参ります。はい次の問題こちらでございます。ここで当てたらいいんだよな。ここで当てたら。ミラクルで。ミラクルです。まあチーム戦なんで、お一人それで使っても。白。何これ白。死んだ。あれだ。間違えてる。化粧回しとかね。白って何？あ？あ、今白熊あ正解。俺今ね、下でね、二択だったの今。アイコムで。アイコムでのあ白熊かもとどっちかだったんだよな。ポイントです。ありがとうございます。白熊ですね。ありますよ。白熊もありましたし、昔も今いないですけど、黒い熊と書いて黒影って言ってですね、いましたんで、白と黒があったっていう、はい。白熊のエピソードがっていう報告ですね。ナイスエピソード。ナイスエピソードですね。国体の決勝で現幕下の川添と決勝して川添が勝ったんですよね。高校の時のですねライバルですけども白熊の方が今上に行ってるっていうですね。は家だけの話ですい。っていうだけのまあ話なんですけども。北島方ナイスエピソード。ありがとうございます。なんかありそうな。
黒タヌキがなんか黒田抜き黒タヌキがなんかありそうな感じで怖いなで使いますか。そしたら次の問題参ります。こちら。誰だ。土地王三関。違います。攻めていいですか。緑富士。違います。続き参ります。はい玉鷲関正解。あポイントです。玉鷲巡業中、あ。はい。逆立ちしながらこうやってました。逆逆立ちしながらこうやってましたじじいだからトレーニングしなきゃって。すごいですね。本当。その順番で。でももうそれでも去年の巡業の時に逆立ちして。何歳エピソード。俺熊本巡業で水終わってから一緒になんかちょっと観光しようって言って熊本城行ってラーメン食べて帰ってきた。生年月日が山科の方と全く一緒です。まあだから何って感じだけど。いやいや、そのなんかだから何だってほら料強い料理上手なんですよね料理上手スイーツね。それもまあね YouTube とか見てると分かるからね。足して1ポイントで。ありがとうございます。ありますよかった。俺の熊本城行った話は。それは楽しそうやな。日頃の行いだなこれ。確かに。はい、そうですけど問題。はい行きましょう次の問題。こちらパですね、これパネルの一発目で答えてくれたポイント多いんで。いやそうっすよねチームとして確かに確かにっていうところもあるんですよ。そうだね。俺行くから。ね、俺行くから。そういうのも行くから。こちら。展開法。違います。よしよし。攻めたな攻めましたね。この呼び出しさんのね時代背景を見てね。スタジオからこれ港は川方、貴景勝、港川方。これはこの審判はこの審判は分かるよよな。っしゃよっしゃ。だいぶ痩せましたね。やばいっすね。でかくない痩せ方。ほんと違いますね。港川方、肉が好きっていうのをおっしゃってますよね、岡田ですね。肉が好きで。でもなんかご飯はなんか食べないらしい。食べないですね。肉は大好きで。肉をお腹いっぱいにしたいからなんか食べないらしいですよ。金楽っていう焼肉屋がお好きっていう。はああ言ってた金楽っていう焼肉屋がおすすめらしい。い。いやいやいや、そう言ってたっす。あれでしょ、あれでしょ。ずっとパクってるのでマイナス1ポイント。現役辞めてからなんかコーヒーにハマり始めおお。たなんか警備室でコーヒーを持ってますへえ。闇引き多い方が飲んでるやつあるじゃないですかマジでマジでどうもよかった。マイナス2ポイント。なんでも何かって今いやでもなんか生理現象でマイナスとかもおかしくなりますよね本当。クイズよりもやっぱ健康が一番じゃないですか。一斉の方コーヒーの話もうポイントで。ね生理現象でなんかマイナス。これ絶対切りますよね。切ります。親方チャンネル。はい、では次の問題参ります。次の問題こちらとなります。時代を見て時代を見て時代。呼び出しさんの顔見て。さっきと同じ時代だから。錦富士。違います。なんてねえだろ。続きまいります。アビはい。正解。子供の頃指導してた人が上皇さんって人でワトンっていうお店が両国にあるんですけどたまに来るらしいですそこのちゃんこめっちゃうまいです以上はいちゃんこ情報でしたはいしかもちゃんこの量行ったことありますちゃんこの量がめちゃくちゃ多いよね半端半端ないです多分食べきれないぐらい僕は食べきりましたけど食べきったのを初めて見たマジで。山科親方が
ビビって写真撮って求めていや本当に美味しいです。こちらも1ポイントにしましょう。はい。そうだ展開を今ちょっとちなみにあともういいです何問豊昇龍横綱違います。攻めるか磯田親方じゃないですか。正解です。だよね俺でしょいや幼いから違うんだろうなと思って俺今だって俺サポーターしないよなんで小野川親方は収録中に手をこきます、あなるほどナイスエピソード1ポイント。ありがとうございます平でマイナス2ポイント。おいマイナス1ポイントやない大阪場所でビール飲みすぎて尿酸値が 10.9 いった痛風らしいですか12月測った時から尿酸値が 4.9 上がりましじゃあ5ポイント約5ポイントですよたは尿酸値5ポイント上がりましたので、いはいエピソードトーク1ポイント増です。あ5ポイントくれねえのかよ尿酸値とポイントは比例しないですそうですくれねえのねかよ飯は全然食わないっていうのでいいですかね飯は全然人にあげがちっていう太るの嫌か知らないですけど自分が食わないようにめっちゃ焼いて人のところに置くんですよで俺が頼んだ米を一口だけ食って「やっぱ米うめえね」って言うじゃあ上位から芝居の方にポイント増。はいありがとうございますはい。それでは次の問題参ります。こちら。琴桜正解。すごいすごいこれでかいポイント。正解です。しゃあ琴桜ありますよありますよまあちょろっと耳にしたのがね焼肉行ったら極めて生に近い感じでね食べるみあーたいなねそうですねこうレアな方が好き部屋が好きというねいつのことあるでしょあるでしょまあ後輩ですねいや後輩ですけども山ほど年が離れすぎてますから。年が離れてるというエピソー年が離れてるというエピソード情報ですかあれもう情報ノーポイント。はい続きまして次の問題。あとちょっと待ってくださいちょっと待ってくださいあと何問ですか4問ってことですね。あと4問はい。いい加減にしてもらっていいですか本当さっきから手ばっかりこいてあそれでは参ります。誰だちょっと古いな古いななんか映像が古そうだなわかんないけどはい、来た順番。商店ロー関違います。佐渡の違います。まあどこで答えるかですね。まあ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 ここだけのことで攻めたんですか我がこういう違います。じゃあどう任した誰かなあ全部開けたら0ポイントだねはい。分かんないうわ正解。すごいポイントです。やっぱこの胸とかこの腕とかあるとやっぱこのなんか特徴がやっぱエピソードありますよ、熊本県玉名市出身なんですけど蓮華院誕生寺っていうお寺があるんですけど大きいそこに必ず九州場所の前に土俵入り来るんですよその時に僕小学校6年生で、優勝してたのもあったんですよ胸出していただいてで隣に座らせていただいてで誰が好きなんだと自分言われて獣関ですその時小学校6年生だったんですけど初めて人に気を使わなきゃいけないんだら僕貴乃花関がめちゃくちゃ好きだったんですけどじゃあその頃から強いものに巻かれるというそうですねはいでしたねはいそれはね若い衆の頃ですからね場所中かなんかベンチになんか座っててちょっと居眠りしてしまったそしてなんか殺気を感じたんですよねパッと起きたら獣さん当時まだ教会いたんでここだったっすで花瓶のオーラが多分覇王色持ったでしょナイスエピソードです。花飛んでくとこでしょ自分小学校の時に巡業で支度部屋行けるじゃないですか。で君の大きいねってスケロクあげるよってスケロクお寿司もらったことあります。
その時もらったスケロクが今じゃあこっちにある。いや違ういやないですけどないない。いまだに今何取ってます？スケロクスケロクいやそんなそういう系は俺もあるよな。俺も中洲でたまたまって歩いてたらその時に「おおこれ食え」っつってなんかちっちゃいの持ってんなと思ったら普通にケーキの中でまあまあ大きかった絶対こんな感じで持ってたんですか？先ほど席がもらったのめっちゃでかかった。まあ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 あれやね絶対嘘。それはちょっとナイス味付け賞じゃないですか。めちゃくちゃもう味変わって味変わってます。料理変わってるじゃないですか。味変わってますよ。なんかちっちゃいのこんなん持ってきてあと思った渡されたらこんなんあったっつって。何でかいから壁画の巨人本当。でかいからね大成功なので。こんなのはないですよ絶対。でもほんとこただいまのはい。得点ですが、ランヌイ小野川チームが45。うわめっちゃだ接戦じゃん接戦。すごい。これ初めて1万ポイントいらないじゃんそうですね。ちゃんとできますね。そしたら参ります。はい。こちら。結構癖あるな。いやもうこれこそ豊昇龍。正解。よっしゃ。よっしゃ。関取上がったばっかぐらいなんだっけなんかおじさんからなんかアドバイスもらったっていう話をしたらマスコミにはちゃんと対応しろって言われたとかあと巡業中まあまあ膝かっこにしてくるすっごい負けず嫌いで岸和田巡業の背筋を測ったんですけど、記録越されたら言ってとか言ってすげえすっごい負けず嫌い。合わせて1ポイント。あれでしょ。あれでしょ。いつまでもあるでしょ。最初レスリングで日本最初はレスリングをされてて、そこから相撲界に入られた。次の問題参ります。はい行きましょう。こちら。鉄板だったんだ知らなかっ違うかな。違うっぽい。西本清方じゃないか。た。正解です。すごっ。すごい。イエイエやばーイ現役中い。はい。タンパク質を取るためにゆで卵を15個入れてたゆで卵めっちゃ食ってたよね巡業中で現役中話したことないです。こんな饒舌な方だとは思いませんでした。西本清方にね、口解説。いや薄口解説でですね、声を出せって言われたんで声を出していつも解説するんですけども、お前の解説の内容には中身がないという意味ですね。やっぱ適切に解説してるね適切にそれからちょっとできる限り分かりやすく伝えようとですね、声を出すように言われたんで、声3割増しで出したらやっぱりそういうふうにうまく聞こえるかなっていうことを教えていただきましたね。最初の方とりあえず1ポイント。ありがとうございます。よろしいですか。はいゆで卵はゆで卵も1ポイントで。さそれではラストの問題を前あに。前に今何点ですか？はい。チームが57。はい。 5ポイント差5ポイント差って結構だから5枚以上俺取ればいいんだ。ポイントも変わらずそのままで参りたいと思います。はい。それでは最後の問題こちら。八角理事長。違います。俺も今思った正解です。すごい。いや俺も今ねこのね足首のねこれが親父なのよ古いのは分かったんですよ。そうこのね布でこう足首固めてんだけど俺もこれで俺も親父だと思って今イエーイ。これだから学生はねダメなんですよ。だからね。ちゃんと染みてねえなちゃんと染みてねえわまだエピソードトークで挽回できるかも。いや何個いかない。超えてみ。それこそ同じ部屋だったしね。同じ部屋でしたし、自分が小学生の時にわんぱく優勝したら土俵入り教えてもらったのは北の海部屋の方で、へえ。わんぱく相撲って部屋に泊まるじゃないですか。北の海部屋に2回泊まって2回優勝してるんですよ。え縁があるな。
で北の部屋にもお世話になりましたし、そうですもう3ポイント目でしょ今のところそう3ポイント目そう3つ目だでからも親父のとこ止めた記憶ないですよ。じゃあマイナスだで唯一じゃあ負けだじゃあ負けだ唯一で木部屋の中で下の名前で呼んでくれるのは自分です。光彦って呼んでくれるのは自分です。いやでも確かに光彦飛んでたね。まあどんだけねエピソード言ったところでね誰の前で言ってんだって話ですよ。まあね確かにそうっすね何切ってやってください。そういう方素晴らしい話しちゃったんで2ポイント。お2ポイントもいただきまし言ってくださいよた誰の前でエピソードトークしてんだってまあそうっすよね言ってやってくださいよ。ありすぎてまな弟子がありすぎてどっから言っていいか分かんないけどさ。酒の飲み方も親方に教わりました。酒どうやって飲むか分かるかって言え口から飲むんだよ。おなんかすごいその場はじゃあ言うという。いやでもいや北の親方が言うからこうねハグがつくじゃないけどでも親父的にそれはちょっとギャグっぽい風言うんだけど、俺多分500回ぐらい聞いてるから500回ぐらい聞いてるから言っちゃったの自分で口で飲みますって言ってそしたらグラスを手に持って口に持ってくるんだってなるほどその先そっがちのパターンもあるんですねあと電話番号を登録しずにこう記憶力がすごいんですよ。下4桁で全員覚えるだから番号誰も登録してないあと相撲のこういう取り組みありましたねって言ったら全部何月何日目何日目までで何日目まで記憶力がめちゃくちゃいいすげえ。それなのに小学校の時泊まった記憶はないんですね褒めたかな褒めたかあと負けず嫌いですよね。いやもうみんなそれはもう負けいやじゃあそう違うです。店子何杯食ったんだとか飯一緒に囲って5杯です。いや俺は8杯食ってたとかいかにも辛いものが出てきても全然辛くないって言って汗がブワーってこう辛いまずいとかきついとか一回も聞いたことない最終的に2人が話すんでポイントが分散確かに言ってる一緒ですもんどっちも追いつかない。どっちも一緒追いですつかなくなる。どっちも一緒ですもんね2人ずつ同じ歩幅で歩いてたんですねあれ全部ポイントなしという。確かにそれか両者に1万ポイントずつお願いしますそうですね、両者1万ポイント。じゃあ両者に1万ポイント。親方チャンネル。はい、ということで結果発表でございます。磯親方チームが1万54ポイントに対して白の親方、小川親方チームが1万66ポイント。もう少しだったら12ポイント差だということで、お二人は親方チャンネルメダル1枚を。実際これでやってみてパネルこれもっとこう細かくしてもいいなと思いましたし相撲の道具とかも次やったらいいんじゃないかなと思いましたけどねなんかこうほうきだったりどうですかうまそうに聞こえる声でかいだけですよ声でかいいや今今全く聞いてなかったというわけで本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画が面白かったら高評価、いいね、コメントなどなどよろしくお願いします。それではまたパネルめくりクイズで会いましょう。バイバイ。あるのかなありがとうございました